ほっとできるひとときを。ひろみボイス。今日はもう9月ね。2022年。今日の方は、初めての方ですね。はい。どういったか、なるほど。つまり、やる気が出ないのかな。これが、今年入ってから、もうね、下半期だから結構長いですね。一応仕事はされてるけど、いけてるけど全然やる気が出ないですね。OK。はい。じゃあ診察、いたしますね。お呼びください。はい。こんにちは。はじめまして。はい。どうぞおかけください。はい。今日は初めてですね。はい。ありがとうございます。はい。そうでしたか。いくつも回られたんですね。はい。何かを回られました？はい。内科と、心療内科と、不眠症外来ですね。はい。はい。特に異常はなかったということですかね。わかりました。ちょっとね、ヒアリングシートに書いていただいてるんですけど、ここでも少しいくつか質問させていただきたいと思います。はい。今年に入ってからですね、ちょっとお仕事しててもやる気が出なかったりとか、お家の中でもちょっとぼーっとするような時間が多いということなんですけれども、はい、具体的にどういった時に感じますか？そうですね、例えば洗濯物が溜まってるのにスイッチを押すのもちょっとめんどくさくなっちゃったりとか、はい。ミーティング中に、一人一つ発言するんですね。今までは積極的にされていた。けど今はもう一つも言いたくないくらいと。だったりとか、今までは残業ね、進んでするようなタイプだったけど、今は定時でぴったりに上がったりとにかく必要以上に仕事をしたくないっていう感じですかね。月曜日が近づくとちょっと億劫になっちゃったりとか、わかりました。はい、ありがとうございます。これが今年に入ってからということで、だいたい何月ぐらいからなんかこうやる気が出ないなって感じました？2月から3月ですね。はい。ちょうど期末期初とかですかね。はい。その頃に何かこう自分の身の回りで何か変化があったりとかありました？特になかったんですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。で、内科と心療内科と不眠症外来もね、これまでに行かれたということなんですが、具体的にちょっと症状が出てたっていう感じですかね。
とする、感じがしたりとか、ちょっと寝つきが悪かったりとかですかね。あとは単純にね、仕事行きたくないなとかね、こう行ってる時に足が止まってしまったりとか、そういったことは、そこまでではないけどっていう感じですかね。わかりました。ありがとうございます。そういうことがあって、当院の方にね来てくださったっていう感じですかね。ありがとうございます。お話を伺ってますとですね、ちょっとしたことをね脳に、してあげることでやる気が戻ってくる可能性がありますので、今日は、そのやる気スイッチを押すために4つのアクションをしていきたいと思います。そうですね、仕事のストレスですとか、今まで頑張ってきた分がねちょっと溜まって、もうこれ以上やりたくないなっていう風に体がサインを出しているということも考えられます。これは物理的に仕事を減らしたりとか、人によっては仕事を変えたりとかっていうことでも、効果が出ることもありますし、当院のようにですね、直接脳に働きかけることによって、体調を整えていくというアプローチ法もありますので、今日はそれをね試してみて、いただきたいと思います。ではね、まず私手を、消毒させていただきますね。まずですね、ちょっと目の中だけ確認したいので、少しライトを当てますね。直接ライトの光を見ないようにご注意ください。いきますね。眩しくなりますよ。ちょっと目触りますね。大丈夫ですね。こっちも失礼します。綺麗ですね。ありがとうございます。ではね、早速ご説明をさせていただきたいと思います。こちらのね図を見ていただきたいんですけども、今日、注目するのがこの赤文字で書いてある単層球というですね脳の一部です。どのあたりにあるかと言いますと、ここですね。このね、私たちの脳みそを左面から見た場合の図なんですけれども、このようにですね、脳みそがあって、ここが大脳ね、ここが中脳で、これが小脳です。これが脊髄ですけれども、その真ん中にある丸いのが単層球と言います。でこちらの単層球というですね、脳の部位がですね、非常にやる気を入れるために重要なものだというのが近年の研究で明らかになってきているんです。でそこの単層球に刺激を与えるというのが今日の治療法になります。4つ行っていきますね。まず1つがですね、体を動かすということがあります。私たちはですね、脳みそによって体が支配されていると思われがちなんですが、実は逆なんですね。
ことによって、脳みそも変わってくるということが分かっているんです。例えば面白くもないのにニコニコしていると、なんだか面白い気分に、楽しい気分になるということがね、分かってきてるんですね。はい、ですのでまずはそのように体を動かしてみるっていうのがとても大事になってきます。また体を動かすにも、もともとのね持ってる体がリラックス状態にないと、体が柔らかくないと、体って動かないので、今日はちょっとストレッチをここでしていきたいと思います。はい、ですね、動かすのはね、首です。首、ここですね。はい、そう、まずお顔をですね、こちらに右に向けていただいて、もう向けないよっていうところまで向けてください。そう、ゆっくりで構いませんのでね、こちらにこちらに、そう、このくらいまで向けますかね。はい、ではゆっくり戻してくださいね。今度は反対側です。左側向きましょう。はい、そうです。お顔こちらにこちらにこちらに。はい、もう向けないよっていうところまでで大丈夫。はい、ゆっくりと戻します。はい、そうです。これをあと3回、今度は右向いていただいて、そうですよ。まっすぐ前を向きましょうね。はい、戻していただいて、今度は左を向きます。はい、で戻してください。あと2回ですね。こちら向いて、まっすぐ向いて、はい、こちらを左向いて、はい、 OK です。では一緒にやっていきましょう。右を向いて、はい、しっかりとまっすぐ前を向いて、はい、正面を向きます。今度は、左側です。ゆっくり向いて、はい、はい、正面戻ってきます。はい、お疲れ様です。はい、次にね、笑顔をちょっと作ってみましょうね。はい、笑顔っていうのはね、ちょっと姉妹系列になるんですけど、笑いの専門外来というのも運営しておりまして、はい、そこでもね、よく説明差し上げてるんですけども、笑顔を作るとですね、作り笑いでも、とてもいい効果が出るんです。それは体の免疫力を上げてくれたり、免疫力だけじゃなくて免疫のバランスを整えてくれたり、記憶力をね、簡単に言うと良くしてくれたり、本当にいろんなね、いいことがあるんですけど、それはこう形から入ることでも効果があるんですね。はい、今ねちょっとお疲れだと思うので、免疫力下がり気味かと思うので、しっかりと作り笑顔で上げていきましょう。はい、でですね、ちょっとお顔の筋肉が硬くなってる可能性がありますので、よいしょ、ちょっとね、こちらのバームを使ってマッサージをしていきたいと思います。はい、ちょっと失礼しますね。お口は閉じてくださいね。はい、トン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 、くる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 シュ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 、ちょっとほっぺた失礼しますね。くる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 、ちょっとタッピングしますよ。くる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 く
いしますね。くる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 、よいしょ。だいぶほぐれてきましたね。いい感じですよ。はい、それではそのまま口角をキュッとここでキープしてくださいね。そうですそうです、キュッと。はい、じゃあこのままね10秒キープしましょうかね。そうそう、こんな感じで OK ですか。このままねキープですよ。いいですか。10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。楽にしてください。ちょっと疲れました。久しぶりにね抗菌使うとちょっと疲れますよね。これを1日1回、最低1回ですね、やってみてください。はい、それからですね、お家でも何でもいいので、例えばお掃除をねしたくないなって思ったら、掃除はねしなくてもいいんですけどね、ちょっとじゃあゴミをゴミ箱に入れるとか、簡単なことから、動いてみてください。物理的に動くというのがポイントです。はい、2つ目はですね、いつもと違うことをするというのがポイントになります。はい、というのも私たちの脳というのはですね、海馬、海の馬と書いて海馬という部位があって、そこを通して記憶だったり思い出だったり経験っていうのが脳の中に溜まっていくんですね。で、海馬先生をですね、会社の社長さんとかに見立てますと、とても偉い最高幹部なんですね。脳の中でいうね、とても重要な部位なんです。で、海馬さんっていうのは社長だとするとですよ、いつもと同じようなルーティンとか簡単な経験とかそういったものっていうのはわざわざ登場しなくっても他のね、部位たちが頑張って処理をしてくれるわけなんですね。ただ新しいことをすると、例えば新しい新規のねとても大手の法人さんがいらっしゃって、じゃあその方をアテンドしたり説明したりするのに社長が出てくるわけですね、会社だと。はい、なので新しい経験とか挑戦とかをすると海馬先生が登場してくれる。この登場させるというのがやる気スイッチをね押してくれる大きなポイントになるんですね。はい、なのでおすすめの方法としては、誰かをね喜ばせてみるっていうのはとってもね海馬先生が出てきやすくなります。その誰かに、喜んでもらうためにはどうしたらいいかって考えますよね。で、多くの場合それは自分にとってちょっとハードルが高いことだったり、普段、いつもしていることではない、場合がとても多いです。ですので、その誰か、特定の誰かを喜ばせたい、そのために何をしようかなということを実践してみると、実は脳の中ではとてもね重要な海馬が動き出して活性化をされて、自然とやる気が出るということにつながるんですね。はい、あるいは新しい経験なので、やったことのないキャンプとかスキーとかお勉強もね、自分が今までやってなかったらそれはそれでものすごく新しい経験になりますので、今日はここで少し脳みそ勉強していきましょう。はい、
先ほどね、見ていただいたこちらの図をご覧くださいね。ではまずね、この図をね5秒間見てください。1、2、3、4、5。はい、このねホワイトボードに書いてあったの何なのかっていうのを今5秒間見ていただいたので覚えていただきたいんですね。最初に言うべきでしたけど、じゃあもう5秒間お見せしますね。はい、1、2、3、4、5。はい、覚えました？では今から私が問題を出しますね。はい、ではですね、こちらの下の方にある丸いこれは何でしょうか？ここ。そうですね、これは小脳でしたね。はい、では続いてこの小さな真ん中の小さなこれは何でしょうか？そうですね、中脳でしたね。ではこの周りをね囲ってる大きなこちらの部分は何ですか？そうです、大脳でしたね。はい、では今日私が注目しましょうといったこれは何だったでしょうか？漢字が3文字ですよ。そうですね、単層球と言います。せっかくなので漢字で覚えましょうかね。漢字で書きますね。淡い草冠に、倉敷の倉に球ですね。水球の球、単層球と言います。この部分が単層球です。ここに刺激を与えてやる気を出すという時間ですね。はい、覚えましたか？はい、それでは3つ目です。3つ目はですね、ご褒美を与えるというのがポイントです。私たちはご褒美をもらった時に、嬉しい気持ち、喜びの気持ちが生まれますよね。それがですね、デフメンタという脳の部位を活性化して、それがドーパミンを出して、ドーパミンが、単層球を活性化させるということが分かってるんですね。そうなんです。なのでご褒美という言い方をしましたけれども、嬉しかったり喜びに満ちるっていうことがとても大事になってきます。はい、でお金だったり食べ物だったり分かりやすい報酬でもいいんですが、それはちょっと一時的なものだったり長く続かないものだったりすることもあるので、一番いいのはですね、小さな目標を立ててそれを達成するっていうことを継続する。その達成感でドーパミンを出すというのが、当院で一番おすすめしている方法になります。はい、食べ物だったり報酬だったりっていうのもいいんですけどね。はい、ですので今日は、小さな目標をね立ててそれを達成する喜びを、分かち合いましょう。はい、そうですね、今日実践したいのは、私が今から一定時間オノマトペをですねささやきますので、絶対に寝ないで聞いていていただきたいんですね。
そう、最後まで寝ずに聞けたら目標達成ということで大いに喜びましょう。はい、ではですね、ちょっと準備しますのでお待ちください。お待たせいたしました。では今からオノマトペをささやきますので、よろしければ目をつぶってですね、聞いていただけますか？はい、ありがとうございます。では目をつぶって最後まで聞いてくださいね。ポツ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 、しと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 、ウキ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 、キュッ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 、コロ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 、ルン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 、テク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 、ツヤ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 、スペ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 、トロ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 、アツ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 、ニコ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 、ほや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 、トコ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 、ピュー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 、サン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 、ポチャ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 、ニャオ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 、ワン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 、ラン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 、キュッ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 、よし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 、目を開けてくださいね。お疲れ様でした。ちゃんと最後まで起きていれました？よかったです。おめでとうございます。これで目標達成ですね。素晴らしい。このようにですね、自分が達成できそうな、でもまだ達成していないというのを目標にして、達成できた自分をいっぱい褒めてあげてください。よくできましたね。
はい。そして最後なんですけれども、最後はですね、なりきるというのがポイントですね。はい。よくですね、日本語だと、念ずれば通ずとか、英語だとフェイキットティルメイキットとか、フェイキットティルビカミットとかね、そういった言葉がありますけども、あと言霊とかね、耳にされたこともあるかと思いますが、こう強く何かをやりたい、実現したいって思ってると、自然とこう行動に移すので、夢が実現化していきやすいというのが、多くの研究から分かっております。これはですね、強く思っているとね、脳の中の前頭葉というものが非常に活性化をされるわけなんですね。で、ここが活性化されると、先ほどの、単層球というのも同じように活性化をしていきます。結果、やる気がどんどんみなぎって行動できるからこそ、実力がついていき、チャンスが巡ってきて、夢が実現化しやすいというね、流れになります。はい。ですのでね、強く自分のなりたいイメージを持って、でそれをね、近づくために演じてみる、なりきってみるっていうのは、実はすごく効果があるということなんですね。ここにも単層球が関わってきてるので。ですので、今からですね、ペンと紙をお渡ししますので、自分のなりたい姿、どんなことでも構いませんので、できるだけ具体的に書いてみてください。ではこちらですね。はい、ペンがこちらです。ではね、ちょっとお書きください。書けました。はい。そうしましたら、それは私は見ませんので、家に持ち帰って毎日ですね、目に、つくようなところに置いておいてください。1日1回はそれを目に通して、できれば声に出して読み上げてみてください。そうすると前頭葉が活性化して、同時に、単層球も活性化をして、やる気が出て行動力が大きくなりますので。はい、以上で本日の治療は終了となります。どうですか？ここに来る前と今比べてみると、ちょっと変化はありました？少し頭が軽くなった感じがします。よかったです。はい、そうしましたら今日お伝えしたポイントを、実践してみてくださいね。心とね、体はつながっているように、脳と体もつながっているので、ぜひ体を動かしたり行動したり、なりたい姿を、強くイメージしたり、そんなことで脳みそを活性化させていきましょう。また何かありましたらお気軽にお越しください。ではお大事にどうぞ。失礼します。おやすみなさい。